んにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。時は11月下旬になりました。この日の日中の天気は晴れ、気温は最低気温はマイナス6度にまで下がりました。また最高気温もプラス8度にまでしか上がりませんでした。蜂が活動するためには寒すぎたようで、ご覧のように相撲を通じた出入りはあまり見られません。以前の動画でもお伝えしたように、この養蜂場では1ヶ月前からシーズン中の養蜂場から冬の越冬場に向けて毎日少しずつ巣箱を移動させています。その結果、巣箱は越冬する納屋にまでたどり着くことができました。昨年までならば11月下旬の今の時期は越冬のための梱包を行う時期になりますが、しかし今年はこれからしばらく暖かい日が続くという予報が出ているので、越冬の梱包を行うのを12月上旬にまで延期することにしました。ところで今回はスズメバチのお話です。12日前の撮影の時にはトラップにはスズメバチがまだかかっていました。しかしここに至る12日間にスズメバチは一頭も捕獲されていません。またこの日も1時間ほど巣箱のそばにいましたが、スズメバチはやってきませんでした。どうやらスズメバチが飛んでくる時期はもう終わってしまったようです。そこで今回は今シーズンの養蜂場にやってきたスズメバチを振り返り総括したいと思います。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。まず養蜂場でこれまで確認されたスズメバチの種を紹介します。一つ目はオオスズメバチです。他の種のスズメバチやミツバチの巣を集団で襲って侵略し、中の資源を略奪することを生りにしているオオスズメバチの社会は一つの軍事組織です。そのため仲間同士の団結は極めて強固で、このように粘着シートにかかって助けを求めている個体がいると続々と救援に駆けつけてきます。救助にやってきた個体も結局は粘着シートにかかってしまうので、粘着シートの上はオオスズメバチの山盛りになります。2つ目の種はケブカスズメバチです。ケブカスズメバチは今年養蜂場に飛んできたスズメバチの種の中では一番個体数が多かったと思います。そのため養蜂場で捕虫網を持って待ち構えているとたくさん捕まえることができました。以上2種のスズメバチは養蜂場の常連ですが、これから述べる3種がやってくる頻度はそれよりも下がります。その3種というのはコガタスズメバチ、モンスズメバチ、茶色スズメバチです。これら3種が粘着シートや捕虫網にかかる頻度は先の2種と比べると下がります。多くの個体はペットボトルに入れたトラップ液の中で溺れていたのです。以上で紹介した捕獲方法に加えて、巣門の前に長野式スズメバチ捕獲器を設置する方法があります。この捕獲器で今年はオオスズメバチとケブカスズメバチを捕まえることができました。以上をざっと見てきたように、捕まるスズメバチの種別の個体数は採集方法によってかなり違います。ですから採集方法ごとに捕まえたスズメバチの種別の個体数の推移を追う必要が一方ではあるでしょう。しかしここでそういうことをやるとかなり冗長な話になってしまいますので、ここではそれはやらずに、その代わりに全ての採集方法で採集した個体数を種別、時期別に示すことにします。これが、採集方法の違いを気にしないで、とにかく捕まえたスズメバチの個体数を
月別、種別に示したものです。しかし、こうした表の数値を読むのはなかなか大変なので、少しでも分かりやすくしようと思って図にしたのがこれです。横軸が月で、縦軸が取れたスズメバチの数です。それぞれの折れ線が一つの種の数、あるいは全種の合計を示しています。この図を見ながら、いくつか気がついた点を述べたいと思います。一つは水色の線のオオスズメバチについてです。私は以前に養蜂場にやってくるスズメバチの主役はオオスズメバチだと言ったことがありました。しかし今年の捕獲数を見てみると、オオスズメバチがやってきた時期はほぼ9月に限定されていました。こうした傾向が今年だけのことなのか、それとも他の年でも見られることなのかは、来年以降もデータを取って調べてみたいと思います。ただ、昨年までの印象としては、オオスズメバチが9月にいっぱい取れるという傾向はあったと思います。しかし、今年のように7月と8月にオオスズメバチが全く取れないという極端な状況は今年に限られたことではないかと思います。つまり今年のオオスズメバチの取れ方には時期によるメリハリがあったのですが、これはそもそもオオスズメバチは今年が少なかったということなのかもしれません。個体数が少ないので減る時期には全く取れなくなってしまったということなのかもしれません。この図から言える2つ目は、オオスズメバチ以外のスズメバチは、オオスズメバチとは反対に9月になると数が大きく減っているということです。他のスズメバチはオオスズメバチに圧迫されて9月になると養蜂場にやってこれなくなってしまったのでしょうか。それともそもそも彼らの活動のピークが9月になると過ぎてしまったのでしょうか。私は他のスズメバチの活動が9月に衰えると考えるのはやや不自然な感じがします。しかし確証を得るために今後も観察を続けたいと思っています。3つ目に申し上げたいのは、そもそもの個体数が多くないので図からはちょっと分かりにくいのですけれども、希少な種とされている茶色スズメバチがシーズンを通して取れ続けたということです。1984年に出版されたスズメバチに関する学術書の中では、その時点までに北海道で確認されていた茶色スズメバチはたったの1頭であったとされています。それがこの養蜂場ではシーズン中に32頭も取れたのですから、ニュースとして取り上げて良いことだと思います。ところで私は過去の動画で今年の夏のスズメバチの異変を2つ紹介したことがあります。一つは先ほど申し上げたオオスズメバチが夏の養蜂場にやってこないということでした。もう一つは捕まえたケブカスズメバチ、モンスズメバチ、小型スズメバチの働きバチに体長2センチメートル程度の小型の個体が多いということでした。こうした2つの異変がどうして生じてきたのか、どなたかわかる方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいものです。ただ一つの仮説としては、温暖化との関連性を考えることができるかもしれません。これは養蜂場の最寄りのアメダス観測所の月別平均気温を示したものです。オレンジの線が平年の値で、青が今年です。ご覧のように今年の気温は3月を除いて常に平年を上回っていました。5月と6月はスズメバチの女王バチが単独で巣作りを行って卵を産み、そして子育てを行う時期ですが、その時期の気温も平年を上回っていました。高い気温は女王蜂の卵巣の発達と産卵を促したでしょう。しかし、働き手は女王蜂ただ一頭だけなので、たくさん生まれてきた幼虫の世話に、おそらく手が回らなかったのではないでしょうか。つまり、
労働力に対して過剰生産、過剰な産卵が行われたのではないでしょうか。その結果として、モンスズメバチなどでは貧弱な働きバチが多くなり、そして大柄な幼虫の多いオオスズメバチでは、そもそも羽化することができないケースが多いというようなことになってしまったのではないかと思います。私はこのように考えましたが、どなたかそれは間違っていると考える方がいらっしゃいましたら、遠慮なく批判的なコメントをお寄せください。はい、今回は今シーズンのスズメバチの動きをまとめました。そして夏の動画でお示しした2つの異変について私なりの一応の解釈を試みました。いかがでしたでしょうか。もしもよろしければ登録、高評価で応援していただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。